はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月13日の日食から8月末までの星の補足説明とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。裏は女帝ですね。はい、まずペンタクルスのページ、カップナイト、ワンド8逆、そしてペンタクルスの4逆、カップ2の逆、ワンド4逆、そしてカップページですね。はい、気をつけることで対策が、ワンドの5の逆と、ペンタクルスの5の逆と、オラクルはペンタクルスのナイトの逆です。コートカードよく出てきますね。はい、ちょっと解説しますが、いかがですか？この今8月、これまで過ごしてきて、なんかいい感じだなっていうことを感じてらっしゃるでしょうか？それともしんどいなっていうことを感じてらっしゃるでしょうか？8月13日の日食っていうのは、日食は大体もう、新月よりももっと強いバージョンみたいな感じで、ここでなんか決めたことが、そこから道ができるよみたいなタイミングなんですね。で、特にこの日食っていうのは次の日食までのテーマとして出やすいので、次の日食っていうのが実は2027年の2月になるんですね。なのでこの半年間のテーマってね、どうですかって言った時に、手座さんはものすごくなんかこう、高い山にこう釘を打ってそこに登っていくみたいな、なんかそんな感じがするんですよね。それぐらいすごく広がるような、もうご自身が持ってらっしゃる元々の素材というかエネルギーをどこまでも広く伸ばせる、活かせるような宇宙の計らいがあるというか、そういう流れの中にいるなって感じがします。なので、もしかしたら、そういう自分が上昇していくとか、なんか良くなっていくとか、自分の専門性をもっと磨いていくという流れの中にいるからこそ、なんか他者からの期待が強く感じたり、自分が行きたい、進みたい道に対してなんか厳しいなって感じたりするかもしれませんね。でも実際はもう本当に登っていけるよっていう運の中にいるからこそ、感じることだと思っておいてください。めちゃくちゃ応援されてるってことです、流れ的に。で、ちなみにですが、8月の11日からすでにね、火星が蟹座という星座に入ってるんですけども、これはなんか深いところでの自分の感情がふつふつとしてくるみたいな感じもあるので、もしかしたら誰かからの評価っていうところをすごく求めたり、自分が求めたりとか評価されていないというような感じがして、なんかストレスを感じたりっていうのもあるかもしれないんですけど、実際はそのご自身はものすごく今盛り上げられているような、押し上げられているような時なので、ご自身の気持ちが自分の体や気持ちっていうものがもしかしたらついていってなくって、あのアップしてるだけかもしれないっていうふうに思って、実は他者は非常に認めている。もしかしたらものすごく認められてて、ものすごく応援されているということを前提に考えてみたら、確かにそうかもみたいな感じで、もうちょっと気持ちも楽に進めるかもしれませんね。で、すごくその表に出にくい努力っていうものをコツコツとできる時なんです、この時。これは9月の20、8日まであるので、この秋までね、9月28日までコツコツ頑張れるよっていう流れもあります。で、その上でなんですけど、8月23日以降はまたね、仕事運が上がってくるんですよね。8月25日以降もまた仕事運も良くなるので、何かにつけ頑張る素材がいっぱいあるっていう感じ。勉強でもそうです。お仕事されてないっていう方でも、自分が進んでいきたいことだったりとか、勉強したいことや学びたいことがいっぱいあるってなったり、お仕事も一つだけじゃなくて、これも仕事になる、これも仕事になるみたいに、いろんなことが広がりやすい時ですね。そして8月28日が月食になります。で、この月食っていうのはまた満月の強いバージョンみたいな感じなので、すごくなんか気持ちもゆさゆさするかもしれませんが、実はものすごいインスピレーションと、インスピレーションはすごく豊かなんですね。で、現実は今この現実の中で自分が何をするっていうような、どこに足を下ろしていくかみたいなことを決めさせられるようなのが、8月28日の月食かなと思うんです。なので、伊手さんはとにかく、
応援されてると思っておいてください。で、カードで見たときに、うわー、祝福されてるとか、うわー、嬉しいっていうよりも、なんかとにかく忙しいとか、なんかやることいっぱいあるな、みたいな感じの雰囲気が出ています。でも人との関わりも多いんだろうなって感じがすごくしますね。入り口はペンタクスのページなので、ご自身の中では一歩ずつ頑張って進んでいこうみたいな、そういう感じかもしれません。で、他者からはやっぱりすごく、引く手あまたというか、声をかけられたりとか、これはプライベートでもですね、なんかこう誘われたりとかもあるかもしれないし、お仕事でも、なんか仕事を紹介してもらえたりとか、上司に声をかけてもらったりとかっていうことで、なんでしょうね、伊手座さんに向かってくるこの、サポートのエネルギーがすごいって感じでしょうか。誰かからの。なので、伊手座さん的には、いや、もうそれいいんですよって言いたくなるかもしれないし、でも必要だったらそういう人っていうのは、サポートの人っていうのはいつでも繋がれるよって覚えておいてくださいね。そしてやっぱり流れがめちゃくちゃ早いですね。ここでワンドの8が出てるので、本当に仕事の大きな話が来たりとか、もしくは大きな話とかじゃなくても、自分の人生で、うわ、もしかしたらこんな風に展開するかも、みたいなそういうなんか期待が急に上がってきたりとか、でもそれに対して、何か保証が欲しいとかね、何か確実なものが欲しいみたいな思いがあるかもしれませんが、それは後からついてくるみたいな感じで思っててください。例えばお仕事だったりいろんな話が来た時に、やっぱりそこまでもし自分を評価してくれるなら、なんかお給料上げてくださいよとか、先になんかそれを証明する何かをくださいって言いたくなるかもしれないんですけど、なんか先にもらうことはできないっていう感じかな。自分がまず提供してから、それが後からついてくるっていう感じでしょうか。やっぱり現状のところでペンタクスの4の逆が出ているので、伊手座さんが望んでいるような、最初ね、与えられるっていう感じではないんですよ。どちらかというと、伊手座さんがもう、はいはい、わかりましたっていうことで手放す。なんか自分のこだわりとか、条件とかっていうものを手放した後に、すごくいいものが入ってくるって感じです。例えば転職とかでもですね、自分はこういう条件で、こういう条件で、こういう条件で、これぐらいお金をもらわないとできないわって思っていたとしても、いいか、みたいな形でその条件ちょっと緩めて、自分が貢献できることを貢献しようみたいな形で言ってみたら、実はそこからすごくこの中でいい流れが起こり、結果的には自分の望みっていうのは叶えられるみたいな、そんな感じなので、最初のこのなんか切り札というか、入り口のところは条件に合っていないっていうこともあるかもしれないなと思いました。で、何よりもやっぱりね、めちゃくちゃ人間関係がいいんですね。なので、条件で入ると、その条件の中でしかなんか可能性はないけど、未知の条件の中に飛び込むみたいな感覚でいていただくと、本当に誰と繋がってどう展開していくかわかんないみたいな感じがあって、そっちの方が楽しいなって感じがします。で、これからの流れも、やっぱり、カップの2っていうのが出ていて、とっても人との交流も楽しいし、感情もシェアできるし、分かってもらえるしっていう感じもあり、でその後もまたね、バントの4ってことはすごく恵まれているんですよね。受け入れられてるし、穏やかだし、信頼感があるし、本当にこれって結婚してるみたいな感じのカードなんですけど、なんか誰かとの関係がめちゃくちゃいいって感じですね、これは。そしてその後に、だったらこういうのもありかなみたいな、新しくその安心安全の感覚の中で生まれてくる、また別の可能性があるっていう感じで、とっても豊かですよね。こんなに豊かななんか未知の可能性が開かれようとしている時に、自分の条件でそれを狭めるっていうことをしないでいると、本当になんかどう展開するかなっていうところになんかワクワクしててほしいなと思います。で、気をつけることとして言われているのが、やっぱりなんか忙しさとかやるべきこととか、義務にこう圧倒されてしまうと、その喜びを忘れてしまいがちですよね、私たちって。なので自分である程度、整理できる部分は整理する。これ以上はやれませんとか、これ以上は無理ですとか、時間的な配分も含め、自分で整理できるところは整理して、手放せることを手放す、ようにしてくださいっていうことと、なんか、今はまだ未知の可能性があるらしいんですね。このペンタクルの5っていうのは、本当にその可能性に気づいてないよっていう時に出てくる、カードなので、例えば、
さっき言った今やってる仕事ってこんなに価値あることやってるのに私これだけしかもらってないって思ったとしても、実はそこで体験させてもらってることの方がめちゃくちゃ価値があって、それってこれから先にすごく活かされることだよってなったら、今って本当に、苦労は買ってでもしろっていう感じで、そういうことわざがあるように、今やってることってすごい価値のあることって思って毎日やってみると、本当に後からいっぱい恩恵返ってくるって感じかな。なのでなんか目に見えた成果とか、あからさまななんか報酬とか、そういうのっていうのはちょっと後から遅れてついてくるって思っててくださいね。今はとにかく開かれてる可能性があるっていうのが一番のメッセージです。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事見てみますね。まあね、仕事もめちゃくちゃいい時ですから。まあでも中には仕事じゃなくて、自分の余暇として、よし、海外旅行に行こうとか、そういうなんかグイーンと伸びていく自由さみたいなのを体験されている方もいらっしゃると思いますね。お仕事ってなった時にやっぱペンタクスの5、そしてワンドの3、そしてカップの7ということで、なんか今やってる仕事って、何かをもうちょっと変えればもっと良くなるんじゃないかなっていう期待がある感じですね。でも何をどう変えたらいいのみたいな、これ以上どうしろっていうのみたいな感じもちょっとあります。例えば自分の時間っていうのはもう1日24時間しかなくて、こんなにやっててこれ以上時間増やせないですよっていうことなのか、これ以上効率よくはできないっていうことなのか、何かちょっと自分の中では仕事をもっとうまく活かしたいけど、ちょっと壁を感じてるって感じかもしれませんね。それこそこれが2枚出てくるっていうのは面白くて、今やってることの本当の価値って実は見えないところにいっぱいあるよっていうことなんですね。なので、本当にさっき言ったお給料として反映されてなくても、違うところで絶対何かが生かされるっていうのもあるでしょうし、時間的なことなのか、効率的なことなのか、誰かとのストレスなのかわからないですけど、何かによって本当の今のお仕事の価値っていうものがちょっとブロックされてるなっていう感じがあります。でもご自身も分かってるみたいな。でもご自身も分かってますよって、今やってることって価値あることっていうのは分かってるし、ちょっと嫌なこともあるけどこれやってると自分にプラスになるっていうことも分かってますっていうことで、ちゃんと未来を見据えて行動してるんだなっていうのも出てます。そして何かね、カップの7っていうのが出てるので、これからどうなるのかなっていう、なんとなく見えない可能性、見えない出来事に対して、はっきりはしないけど、でもこれはこういうもんだよねっていうことで自分の中で落とし込めるというか、納得して、そのお仕事をやっていけるって感じがしますね。うんうん。そんな感じかな。ちょっと、では人間関係見てみたいと思います。もし誰かとの出会いを求めていらっしゃる方はすごく出会いそうな感じだから、私の理想の相手はこうですっていう条件をつけずに、ちょっと関わってみると、いい形につながるかもしれませんね。人間関係っていうので見たときに、カップの8、ソードのナイト、そしてソードの5。なるほど。これまでの関わり方っていうものがちょっと変わってきてるみたいですね。いい傾向じゃないですか。これだけなんか関係性が豊かだよって言われてたりとか、星の流れでも、誰と繋がるんだろう、どこと繋がるんだろうっていうのがすごく活性化してる時に、これまでの自分が安心材料として握っていた関係性だったりとか、なんかちょっと無理をして付き合っていた関係性だったりとか、もうそういうのはやめるみたいな感じがあって、これまでの関係性のやり方は、人との向き合い方だったり関係性っていうのはもう変えるんですよみたいな感じがあります。なのでそういう普通にね、成長していく過程を考えると、学生時代は仲良かったけど、社会人になってからはなんか合わなくなったなとかってあるように、なんか人の成長の、感覚で、その時はいいけど、今は合わない。またこの後に、お互いが成長した後にまた仲良くなるね、みたいなこともあるように、少し誰かとの関係においては距離が出てくるのかなって感じがあります。でも全体のところで見た時にめちゃくちゃ誰かとの関係はいいわけで、なので新しい価値を吹き込んでくれるような、
自分が新しい自分で向き合っていけるような人とはすごくいい関係だと思うんですね。でも昔の感覚に引っ張ってくるような関係においては、切りますみたいな感じで、ちょっともう切ってもいいのかなって感じがしますね。なんか冷たいかな私って思うかもしれないけど、一時的に距離を置くっていう感じでいいんじゃないですか。なんか感情的に引っ張られたくないって感じですね、これは。そんな感じです。いかがでしょう。何か参考になりましたでしょうか。もし何か少しでも参考になったよという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけるととっても嬉しいです。では最後にもう一度オラクルカード引いてみますね。地図さん、じゃーん。こんなカードが出ました。皆さんもご自身の直感でメッセージ受け取ってみてください。いいですね。自由に羽ばたいていくみたいな感じですね。まさにこれです。今の星の動きって。どこまでもいけるみたいな感じです。はい。ということで、ありがとうございました。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。失礼します。